実は今日ね、100個のお弁当のキャンセルが入ってしまって、いつも世話になっている定食屋の女主人がそう言ってうなだれている。大きな会社からの注文だったの。でも急にやっぱり必要なくなったって。俺は言葉を失った。100個のキャンセル。小さな定食屋にとって、それはあまりにも大きな打撃だ。そう思った時、俺の中で何かが動いた。待ってください。俺に任せてください。俺はすぐに動き出した。ひいきにさせてもらっている病院の職員食堂の一角で、今日限定で売ってもいいと許可をもらったのだ。早速病院に向かい、即席の販売所を作る。すると、次々と声が上がり、あっという間に完売。むしろ、もうないんですかという声まで。ありがとう。本当にありがとう。涙ぐむ彼女を見て、俺は心の底から安堵した。すると翌朝、会社に着くなり社長に呼び出された。何事かと思い、社長室に入ると、そこには昨日の定食屋の女主人がいたのだ。彼女の視線を受けた社長は、俺にこう言った。君はクビだ。は？思いがけない言葉に、俺は唖然とした。しかし、この解雇劇が、俺の人生を大きく躍進させることになるとは、この時は知る由もなかった。俺の名前は中川翔、32歳。今年で食品卸の営業として8年目を迎える。決して大きな会社じゃない。むしろ中小企業の中でも小規模な部類に入るだろう。でもそれがいい。俺たちが扱う食品は病院や老人ホーム、学校給食など人々の生活に密接に関わっている。一つの商談がうまくいけば、そこで働く人たち、そこで生活する人たちの美味しいにつながる。時にはありがとうという言葉を直接いただけることもある。そんな実感を日々の仕事の中で感じられる。これは大手企業では味わえない贅沢かもしれない。また新規案件を取ってきたんですね。営業部の若手社員が尊敬の眼差しを向けてくれる。確かに、この3ヶ月で5件の新規取引先を開拓できた。これは会社の規模からすればかなりの実績だ。まあね、でも俺だけの成果じゃないよ。謙遜するつもりはないけど、こういう時は素直に喜んでおきたい。この会社に入ってよかったと思える瞬間の一つだ。大手企業なら、もっと華々しい実績を求められただろう。でも、ここなら一つ一つの成果をみんなで分かち合える。それが心地いい。調子がいいようだね、中川くん。その様子なら、和樹さんの指導も順調かな。部長の声に、ふと現実に引き戻される。今、俺には別の重要な任務がある。最近少しずつですが進歩が見られます。企画書の作り方も随分上手くなってきましたし、和樹彩子、入社2年目の新人だ。一目で目を奪われるような美人なんだけど、なんというか近寄りがたい雰囲気をまとっている。だからこそ俺が教育係に選ばれたのかもしれない。中川なら何とかしてくれるって、そう思ってくれるのはありがたいのだが、敬遠されるだけあって接し方が難しい。確かに彼女は頭が切れる。企画書の出来栄えはもう中堅社員レベルだ。でもただお客様との距離感がまだつかめていないようで。そうか。まあ焦らなくていい。中川くんに任せてあるんだから。部長は苦笑いを浮かべながら背中を叩いてくれた。和樹さん、この資料確認お願いします。はい、わかりました。いつものそっけない返事。けれど、最近は少しずつ変化が見えてきた。例えば、こうして資料を渡すとき。以前なら目も合わせてくれなかったのに、今は一瞬だけ目が合う。小さな進歩。でも、確実な変化だ。中川さん、この部分の数値、確認していただけますか？ある日珍しく、和樹さんから声をかけられた。あ、いいね。自分から確認を取れるようになった。当然です。ミスは許されませんから。ツンとした態度は相変わらずだけど、頬がわずかに赤くなっているような気がした。そんな日常の中、ある変化が訪れた。いつものように病院への営業を終え、帰り道に立ち寄った定食屋。そこで、いつも明るく接してくれる辰巳さんが、珍しく暗い表情を浮かべていた。辰巳康代さん、45歳の女性店主。
夫を亡くしてからも一人で店を切り盛りしている。強くてみんなの母親のような人だ。手作り弁当の販売もしている。俺の会社の取引先でもあり、いつも美味しいお弁当を作ってくれる。辰巳さん、どうかしましたか？声をかけると、辰巳さんは一瞬、驚いたような表情を見せた。あら、中川さん。いえ、なんでもないのよ。そう言いながらも、明らかに何かが起きている表情をしていた。本当に、大丈夫ですか？話だけでも聞けますよ。俺の声に、辰巳さんは一度、深いため息をついた。普段の明るい表情が影を潜め、疲れた様子が隠せない。実は今日ね、100個のお弁当のキャンセルが入ってしまって。辰巳さんは震える声で続けた。大きな会社からの注文だったの。でも急に、やっぱり必要なくなったって。俺は言葉を失った。100個のキャンセル。小さな定食屋にとって、それはあまりにも大きな打撃だ。材料も仕入れてあるだろうに。もううちはダメかもしれないわね。辰巳さんが諦めたようにため息をつく。この店、もうすぐ立ち退きの話も来るって聞いてるし、ここまでかな。その言葉を聞いた瞬間、俺の中で何かが動いた。待ってください。俺に任せてください。突然の大声に、辰巳さんは目を丸くした。中川さん？商談に行ってた病院で、売らせてもらえないか聞いてきます。でも、大丈夫です。俺は即座に携帯を取り出し、病院の購買部に電話をかけた。さっきまで商談していた担当者だ。はい、中川です。先ほどはありがとうございました。実はお願いがありまして、懸命な交渉の末、なんとか許可が下りた。病院の職員食堂の一角で、今日限定で売ってもいいと。和樹さん、ちょっと手伝ってもらえない？中川さん、正気ですか？隣で一部始終を見ていた和樹さんは、呆れたような表情を浮かべた。そして、小声でたしなめる。ここって、社長が再開発を掲げている。立ち退きしてほしい店じゃないですか。なんでそんな店を。でも、こんな理不尽、放っておけないだろ。俺の言葉に、和樹さんは一瞬言葉を詰まらせた。一人で店を切り盛りして、それでも誰かが困ってれば、すぐに手を差し伸べる人なんだ。そんな人がこんな目に遭うのを、黙って見てられないよ。でも、私たちが手伝っても。大丈夫だって。今日は金曜日だろ。病院には研修医も多いし、何より、辰巳さんの弁当は本当に美味しいんだ。和樹さんは深いため息をついた後、ふっと表情を緩めた。わかりました。手伝います。本当にありがとう。じゃあ早速行こうか。病院の職員食堂での即席販売。最初は戸惑いの表情を浮かべていた和樹さんだったが、次第に自然な笑顔で接客をするようになっていった。これ、手作りの唐揚げが入ってるんですよ。特製タルタルソース付きで。和樹さんの説明に若い研修医たちが目を輝かせる。本当だ！めっちゃ美味しそう！私も一つ買います。次々と声が上がり、あっという間に完売。むしろ、もうないんですかという声まで。辰巳さんの顔に少しずつ笑顔が戻っていく。ありがとう二人とも。本当にありがとう。涙ぐむ辰巳さんを見て、和樹さんの表情がさらに柔らかくなった。帰り道、夕暮れの空を見上げながら歩く俺たち。中川さんって、本当におかしいですよね。突然、和樹さんが笑いながら言った。え？だって、自分の営業先で別の店の弁当を売るなんて、普通考えられないじゃないですか。その言葉に、俺も思わず笑ってしまう。確かに、普通じゃない。全く考えてなかった。それくらい一生懸命だったのだ。でも、和樹さんが続ける。頬が少し赤くなっているような気がした。そういうところ、素敵だと思います。その言葉に、俺の心臓が大きく跳ねた。いつもの冷静な和樹さんとは違う。柔らかな小姉。今日は、いい経験になりました。ありがとうございました。そう言って、軽く会釈すると、和樹さんは先に帰っていった。俺はその後ろ姿をしばらく見送っていた。翌朝、会社に着くなり、総務部の社員から呼び止められた。中川さん、社長がお呼びです。その言葉に、一体何だろうと不安に思いながらも、俺は7階の社長室へと向かった。ノックをして部屋に入ると、
意外な光景が広がっていた。応接セットの前に辰巳さんが座っている。俺を見るなり申し訳なさそうな表情を浮かべた。おはようございます。ああ、中川、座りたまえ。社長の声はいつになく低く重たかった。ちょうど今、辰巳さんから話を聞かせていただいたところだ。昨日、辰巳さんの店の弁当を取引先の病院で販売したそうだね。別の社員が偶然見ていたと聞いたんだが、俺は黙ってうなずいた。隣に座る辰巳さんは何度も申し訳ありませんと呟いている。中川、君は何のために営業をしているんだ？はい。我が社の利益を最大化するために働いているのではないのか？社長の声が徐々に大きくなる。それなのに、なぜ他社の商品を、しかも我が社の取引先で売るようなことをした？病院との信頼関係も損なわれかねない。社長、それは、待ってください。辰巳さんが突然立ち上がった。私が悪いんです。中川さんは親切心で。辰巳さん、社長が手を挙げて制止する。申し訳ありませんが、この件は当社の問題です。わざわざお越しいただいて、お話聞かせてくださりありがとうございました。秘書に外まで送らせましょう。辰巳さんは、俺に心配そうな視線を送りながら、しぶしぶと部屋を出て行った。扉が閉まる音が妙に重く響く。さて、君の行動は、会社に大きな損害を与える可能性があった。わかっているのか？はい。なぜそんなことをした？理不尽だと思ったからです。俺はまっすぐに社長を見つめて答えた。100個の弁当を突然キャンセルされる。小さな店にとって、それがどれだけの打撃か、辰巳さんが丹精込めて作った気持ちも無駄になるんです。ビジネスにおいて、そういうことは往々にしてある。でも、それは本当に正しいことなんですか？声が自然と熱を帯びていく。確かに、私は会社の営業として働いています。でもそれは、人としての正義を捨てろということですか？中川？社長が机を叩く音が響いた。君は、我が社の再開発計画を知っているはずだ。あの地域の店舗は、すべて立ち退いてもらう予定なんだぞ。だからこそです。思わず立ち上がっていた。だからこそ、最後まで誠意を持って対応すべきじゃないですか。君はクビだ。静かな。しかし確固たる声。クビ？会社の利益を損なう可能性のある行動を取った。これは重大な背信行為だ。俺の中で何かが湧き立つ。そうか。うちの会社は、社長は、この程度の人だったのか。もう人として尊敬することはできない。そうですか。ゆっくりと深い息を吐く。わかりました。こんな人の気持ちを踏みにじるような会社にはもういられません。社長の顔が真っ赤になる。なんだと？君、その言葉を取り消せ。いいえ、取り消しません。震える手で辞表を書く。いつも持ち歩いている手帳から一枚の紙を破り、そこに記入した。本日付で退職させていただきます。紙を置いて、俺は立ち上がった。中川、考え直せ。背後から社長の声が響く。何を考え直すというのだろうか。まさか、俺が本当に辞めるとは思わなかったのかもしれない。つまり、脅しをかけられたのだ。そんな人には、ますますついていけない。廊下に出ると、足が震えていた。8年間働いた会社。ここで気づいたすべてを、たった今失った。自分の席に戻ると、和樹さんが心配そうな顔で立っていた。中川さん。ごめん。もう指導できなくなっちゃった。中途半端な形で手を離してしまうこと、申し訳なく思う。え？クビになったんだ。和樹さんの目が大きく見開かれる。なぜ？昨日のことですか？まあ、それで、社長と意見が合わなくてね。俺は苦笑いを浮かべた。でも後悔はしてない。だって、正しいことをしたんだから。私のせいです。和樹さんの声が震える。私が止めるべきでした。なのに。それは違うよ。俺はできるだけ優しく否定した。和樹さんは手伝ってくれた。あの時の君の優しさは俺の誇りだよ。頬をあからめる和樹さん。その表情を見て、急に名残惜しさがこみ上げてきた。これまでの指導内容は全部ファイルにまとめてある。
君の指導係は決めているから、その辺は心配しないで。パソコンを開き、必要なデータを印刷し始める。基本的な商談の進め方、企画書の作り方、お客様との付き合い方、一枚一枚丁寧に説明していく。もう教えられなくなるから、今のうちに全てを伝えなければ。あとは、ここに俺の取引先リストがある。難しい案件もあるけど、和樹さんなら大丈夫。プリントアウトした紙を手渡しながら、俺は一生懸命に感情を抑えていた。中川さん、本当にやめてしまうんですか？その問いに胸がちぎれそうになる。でも笑顔を作って答えた。うん、決めたからね。ごめんね、突然。私。和樹さんが何か言いかけた時、部長が慌てて駆け寄ってきた。中川くん、社長から聞いた。本当に辞めるのか？その声にフロアの視線が集まる。みんなの困惑した表情がより一層胸を締め付ける。すみません部長、ご迷惑をおかけして。深々と頭を下げる。いや、待ってくれ、まだ。部長。俺はまっすぐに上司の目を見た。これは俺の決断です。社長の方針と人柄に同意できませんでした。こんな自分が会社に残っても貢献できません。その言葉に部長は何も言えなくなったようだ。それから俺は急いで引き継ぎを行った。和樹さん、最後にもう一度後輩の顔を見る。あとはよろしく。そう言って俺はきびすを返した。これ以上ここにいたら決断が鈍るかもしれない。エレベーターに乗り込むまでの数歩がこんなに長く感じたことはない。振り返れば和樹さんが立ち尽くしたまま俺を見つめていた。その姿が少しずつ小さくなっていく。扉が閉まる直前、和樹さんの口が動くのが見えた。何か言っているようだったけど声は聞こえなかった。辞めてから1週間が経っていた。スーツを着る必要もなく、朝から部屋着のまま履歴書を書いたり、求人サイトを眺めたり、そんな生活を送っていた俺は、ふと空腹を感じて近所のコンビニに向かった。あら、中川さん。振り返ると、そこには両手に買い物袋を下げた辰巳さんが立っていた。辰巳さん。思わず視線をそらしてしまう。あの日以来、申し訳なさで顔を合わせる勇気が出なかった。俺のおせっかいで会社に呼び出されて、さぞ驚いただろう。ごめんなさいね、あの日のこと。中川さんは私を助けてくれたのに。いいえ、俺がやりたかっただけですから。そう、今日はお仕事お休みかしら。実は、俺は退職したことを伝えた。辰巳さんの表情がだんだんと暗くなる。なんてこと、私のせいで、本当に何と謝ればいいのか。いえ、辰巳さんは謝らないでください。これは俺の判断ですから。すると突然、辰巳さんが買い物袋を俺の目の前に突き出した。中川さん、うちで働いてみない？突然の申し出に固まってしまった。うちは中川さんが勤めていた会社みたいなお給料は出せないわ。でも、まかないは食べ放題よ。それに、辰巳さんは少し照れくさそうに続けた。中川さんの営業の経験、うちでも活かせると思うの。でも、俺にそんな、あの日、病院での販売を見てたのよ。みんなが笑顔で美味しいって言ってくれて、あんな風にもっとたくさんの人に届けられたらいいなって、辰巳さんの言葉に胸が温かくなる。次の就職先が決まるまででいいから考えてみてくれる？その夜、家に帰って真剣に考えた。大手企業への転職を目指すのか、それとも、結局、翌日には返事をしていた。お願いします。精一杯頑張ります。ありがとう。よろしくね。それから1ヶ月。まずは、既存の仕入れルートを見直すことから始めた。8年間の営業経験を生かし、より良い条件での取引を実現。材料費を抑えることで、利益率を改善することができた。中川さん、この漬物屋さん、いい値段出してくれるわね。ええ、市場の相場もちゃんと調べましたから。次に着手したのは、メニュー構成の見直し。辰巳さん、これまでの売上データってありますか？ええ、こんな感じだけど、辰巳さんが見せてくれたノートには、日付と簡単な売上のメモ、それに天気と出来事らしきものが書いてあった。一見するとわかりづらいが、長年の営業で培われた知見が
ぎっしり詰まっている。俺はそのノートをベースにエクセルで表を作り始めた。火曜日はいつもより魚の定食が出てますね。ほんと？ただの気まぐれだと思ってたわ。一つ一つの数字に注目し、曜日ごと、天候ごとに分解していくと、意外なパターンが見つかる。月曜日はさっぱり系が出る。金曜日はカツ丼など少し高価なおかずが人気。これをもとに、この曜日は何を多めに仕込むかを細かく計画し直した。さらに、客層にも目を向ける。朝は、近所で働く人が簡単な朝食代わりに買っていき、昼は病院やオフィスの人がしっかりランチを求めてくる。夕方から夜は家庭に持ち帰るお弁当が中心だから、冷めても美味しい煮物系や揚げ物が売れ行き好調。ノートをエクセルに落とし込んだデータから、そんな当たり前のようで見過ごしがちな事実がはっきりと浮かび上がった。これなら無駄に仕込みすぎることも減りそうね。あとは新しいメニューを少しずつ試してみませんか？おすすめは曜日限定メニューの導入だった。例えば水曜日は唐揚げ定食をちょっとリッチにして特製タルタル唐揚げデーに、金曜日は頑張った自分へのご褒美に天丼やカツ丼といったボリューム系を充実させる。曜日ごとに小さなイベント的な要素をつけると、お客さんから次は何が出るんだろうと期待を持ってもらえる。こうして仕込みの量を最適化し、新メニューでお客さんのワクワク感を煽り、売り切れのタイミングも調整する。結果、廃棄ロスはぐんと減り、売り上げが少しずつ右肩上がりになっていった。すごいわ、中川さん。今までは多めに作らなきゃって不安ばっかりだったのに、これなら安心できるわ。曜日かける客層かける天気の3つを組み合わせるだけで、仕込みの精度はかなり上がるんですよ。辰巳さんの口癖だった。どうせ売り切れたら申し訳ないから余分に作っちゃえが、足りる分だけ作れば十分ね。に変わった頃には、月の売り上げが以前の 1.2 倍から 1.5 倍へと伸びていた。そして、あの病院での一件から2ヶ月が経った頃、昨日、病院の購買部の方から連絡があったの。辰巳さんの声に少し緊張が混じっている。というと、職員食堂で定期的に販売してもらえないかって。あの日の評判がすごく良かったみたいで、どうかしら。やりましょう。即答し、早速企画書の作成に取り掛かった。前職での経験を生かし、購買部に頼んでよかったと思ってもらえる提案を。こんな細かいところまで、中川さんって本当にすごいわね。企画書を覗き込む辰巳さんに少し照れくさくなる。いえ、辰巳さんの腕前があってこそですよ。あの時中川さんが頑張ってくれたから今回の話があったのよ。本当にありがとう。そうして始まった病院での定期販売。評判は上々で注文数も徐々に増えていった。中川さん、また追加注文が入ったわよ。厨房から辰巳さんの声が響く。以前よりずっと活気のある声だ。はい。エプロンを締め直しながら俺は思う。あの時の選択は間違っていなかった。大手企業での安定した給与も魅力的だった。でも、ここにはそれ以上の何かがある。中川さん、この味付けどう？でもここは、日々の小さな改善の積み重ね。共に成長していける喜び。そして何より、ありがとう。中川さんが来てくれて本当によかった。辰巳さんが楽しそうに微笑んでいた。そうだ、これこそが俺の求めていた場所なんだ。そんな日々の中、病院での定期販売が始まって1ヶ月が経とうとしていた。今日のお弁当、たくさん売れたな。昼休みが終わり、片付けを始めながら、俺は心地よい疲れを感じていた。すみません。声に振り返ると、知らない女性が立っていた。20代後半くらいだろうか。少し控えめな様子で、財布を握っている。まだお弁当は残ってますか？ああ、ちょうど最後の一つです。そう答えながら、どこかで見た顔だな、という違和感が脳裏をよぎる。弁当を渡し、代金を受け取る。すると、女性がこんなことを聞いてきた。今日はお一人ですか？前にもう一人女性の方と一緒に売ってらっしゃったなと思って。その瞬間、
和樹さんの顔が頭に浮かぶ。胸の奥が少しだけ痛んだ。ああ、言葉が詰まる。あの日のことを思い出すと、まだ少し苦しい。でも、隠すことでもない。あの人は、前の会社の後輩です。俺は会社を辞めてしまって、今は見ての通りの定食屋です。そうだったんですか。女性は、少し黙り込んだ後、思い切ったように言った。実はあの人は、私の姉なんです。え、和樹さんの妹さん？思わず聞き返してしまう。確かによく見れば面影はある。でも、姉の凛とした雰囲気とは違い、彼女は柔らかな印象をまとっていた。はい、和樹奈々子と申します。この病院に入院しているんです。そうだったんですか。俺は中川翔と言います。中川さんですね。ありがとうございます。突然頭を下げられ、驚いた。俺何かしましたか？すみません。説明もなしに。実は私たち、3年前に両親を亡くしているんです。そうだったんですか。こんな話、和樹さん本人からは聞いたことがなかった。俺は彼女のこと、何も知らなかったんだなと、ふと思う。私がまだ大学生の時でした。突然の事故で。それからは、姉は一人で働いて、私の入院費用を稼いでくれているんです。奈々子さんの声が震えた。病院の廊下に人影はなく、二人きりの空間で、その言葉が重く響く。言葉を詰まらせる奈々子さんに、俺は何も言えなかった。ただ、静かに続きを待った。姉は、大学を中退して、私の学費のことまで全部背負ってくれて、目に涙が浮かんでいるのが分かった。でも、奈々子さんは懸命に続けようとする。いつも大丈夫よって笑ってくれてたんです。でも夜中まで働いて、休みの日も出勤して。俺は黙って聞いていた。和樹さんの背負っていた重みを今になって知る。あの凛とした態度の裏に、こんな事情が。姉は、自分の夢も我慢して私のために。奈々子さんの声が途切れた。深いため息をつくと、少し間を置いて続けた。最近、新しく会社に就職してからというもの、姉は本当に暗くて、仕事の話を振っても、いつも黙ってしまっていたんです。その言葉に胸が痛んだ。職場での和樹さんの様子を思い出す。確かに、いつも一人で黙々と仕事をしていた。周りとの距離を保とうとしているように見えた。でも、あの日、奈々子さんの表情が少し明るくなる。久しぶりに、あんな風に笑う姉を見ました。あの日、病院での弁当販売を手伝ってくれた時のこと。確かに、普段は見せない柔らかな表情を見せてくれた。本当に久しぶりで、奈々子さんの瞳が潤んでいく。姉が心から楽しそうに笑うの、いつ以来だったか。涙が頬を伝え落ちる。奈々子さんは慌てて拭おうとしたが、次々と新しい涙が溢れ出る。ごめんなさい。こんな。俺は静かにハンカチを差し出した。ありがとうございます。奈々子さんがハンカチを受け取る。それで、その笑顔の理由が中川さんだったのかなと思って、お礼を言わせてもらいました。そういうことだったんですね。和樹さんは最近どうですか？最近は、また元に戻ってしまって。奈々子さんの言葉を聞いて、罪悪感が俺を襲う。俺が会社に残っていれば、何かフォローができたのだろうか。その時、廊下の端から人影が見えた。慌てて、奈々子さんは目元を拭う。すみません。話し込んでしまって、ありがとうございました。そう言って、去っていく後ろ姿を、俺は複雑な思いで見送った。それから数日後、いつものように病院での販売を終え、片付けを始めていた時だった。中川さん、大変です。アルバイトの高校生が慌てて駆け寄ってきた。どうしたの？お弁当の中にこれが。差し出された弁当を開けると、中から小さな虫が這い出てきた。俺は思わず息を飲んだ。他にもあります。何個かのお弁当から。冷や汗が背中を伝う。衛生管理には細心の注意を払っている。こんなことがあるはずがない。すぐに回収しよう。焦る気持ちを抑えながら、慎重に確認を始める。そして、まだ売れ残っていた弁当の一つを開けた瞬間、
視界の端で黒い影が素早く逃げようとするのが見えた。待って！俺の声が静まり返った病院の廊下にこだまする。一瞬、足を止めたように見えた人影は、再びこちらを振り返ることなく逃げようとした。しかし、その拍子に何かが床に転がり落ちる。思わず反射的にしゃがみ込み、それを拾い上げた。なんだこれ。手のひらに乗っているのは小さなビニール袋だった。中には、かすかに黒い粉のようなものがこびりついている。ただのゴミではなさそうだ。嫌な胸騒ぎがして目線を上げると、そこには和樹さんの姿があった。和樹さん、なぜここに？声をかけると、彼女は少し離れた場所で動きを止め、ぎこちなく振り返る。その表情には動揺の色が浮かんでいた。それは、返事を濁す和樹さん。だが、さっき手から落としたビニール袋をどう説明するつもりなのか。背中にはすでに汗が滲んでいるように見える。まさか、俺は自分の胸の鼓動が高まるのを感じた。まさか、先ほど発覚した弁当の中に虫が入っていた問題と関係があるんじゃないか。そんな疑念が頭をもたげる。和樹さん、これ、君のだよね。ビニール袋を見せると、和樹さんは明らかに顔色を変えた。だが反論すらせず、ただ唇を噛んでいる。その沈黙こそが疑惑を深めていく。虫は君の仕業なのか？声は自然と低く、強い口調になっていた。事実確認もないまま決めつけるのは良くない。だが、和樹さんの態度と、落とした謎の袋、あまりにも状況が怪しすぎる。否定を待つ俺に、彼女は絞り出すように一言だけつぶやいた。ごめんなさい。それは肯定を意味していた。その時、中庭から俺たちを見つめる患者さんの姿が目に入った。七子さんだ。点滴スタンドを支えにしながら、彼女はこの光景を見ていたのだ。七子さんは点滴台を引きながら、こちらへと向かってくる。スタンドの車輪がきしむ音が、静かな廊下に響いていた。和樹さんはうつむいたまま、妹の接近する気配にも気づく様子はなく、しばらく沈黙を続けた。社長から指示されたんです。その言葉に怒りがこみ上げる。社長は辰巳さんの店を潰したいのか、それとも俺に嫌がらせをしたいのか、両方かもしれない。ごめんなさい。和樹さんの意思じゃないんだね。もちろんです。やりたくないなら断ればいいじゃないか。できません。突然の大声に俺は言葉を失った。和樹さんの肩が小刻みに震えている。私がもっと頑張らないと。お姉ちゃん。静かに、しかし意志のこもった声が和樹さんの背後から響いた。突然現れた妹の声に和樹さんの体がこわばる。彼女は振り向こうとせず、ただうつむいたままだった。そんな風に働いてもらったお金なんて、私は欲しくない。七子さんの叫び声が病院の廊下に響き渡った。点滴スタンドを握りしめる手が震えている。でも、七子の治療費が、私のために姉さんの人生を壊すなんて、そんなの嫌。涙を流しながら、七子さんは姉に向かって一歩一歩近づいていく。足取りは弱々しいが、その目には強い意志が宿っていた。私ね、ずっと我慢してた。姉さんが笑えなくなっていくの、見てるのが辛かった。和樹さんは妹から目をそらそうとする。でも、七子さんは止まらない。あの日、弁当売りを手伝った時の姉さんは、本当に楽しそうだった。久しぶりに見た、心からの笑顔だった。その言葉に、和樹さんの表情が崩れ始める。なのにどうして、こんな卑怯なことを。私は、和樹さんの声が途切れる。涙が止めどなく溢れ出す。社長に言われたの。妹さんの治療費、会社が全額負担してあげてもいいけどって。俺は息を飲んだ。なんという卑怯な手段。でも条件があって、中川さんの店を潰せって。和樹さんは膝から崩れ落ちた。私、どうしていいかわからなくて、七子のためだって自分に言い聞かせて。姉さんのバカ、そんな汚い手段使って稼いだお金なんて受け取れるわけないでしょ。七子さんの悲痛な叫びに、和樹さんは拳を握りしめる。その時、廊下の端から急ぐ足音が聞こえてきた。
和樹さん。白衣姿の医師が少し息を切らせながら近づいてきた。永田先生。こんなところで何をしているんですか？点滴中には出歩かないでくださいと何度も言ったでしょう。どうやら、七菜子さんの担当医らしい。彼の声には、怒りよりも深い心配が滲んでいた。すみません。七菜子さんの声が小さくなる。永田先生は、ため息をつくと、和樹さんと俺に気づいたらしく、首をかしげた。おや、和樹さんのお姉さんですよね。それにあなたは、最近お世話になっている定食屋さん。どういう取り合わせでしょうか？実は、七菜子さんは一部始終を話してくれた。姉が提案された社長からの卑劣な方法、姉の取った行動、そして今のやりとり。話し終わる頃には、永田先生の表情が暗く沈んでいった。そうだったんですか。永田先生は深いため息をつくと、俺の方を向いた。実は私、辰巳弁当によく通っていたんです。こちらの病院で買えるようになって本当に嬉しかったんです。昼休みに外に買いに行く時間も取れないことが多くて、院内で買えるようになって、私だけでなく多くのスタッフが助かっています。だから、そんな事情があったこと、残念でなりません。すみません。もう一度、和樹さんは深々と頭を下げた。先生、俺は意を決して聞いた。七菜子さんの治療費、どのくらいかかるんでしょうか？永田先生は一瞬躊躇したが、姉妹の表情を見て、ゆっくりと答えた。今後の治療まで含めると、およそ800万円程度でしょうか。その数字に一同が息を飲む。ただ、これは最悪のケースを想定しての金額です。和樹さんの状態は、ここ最近かなり改善してきています。永田先生は続ける。特に、食欲が出てきたことは大きい。栄養状態が良くなれば、治療への反応も良くなる。そうすれば、入院期間も短縮できる可能性が高いですよ。その言葉に希望が見えた気がした。でも同時に、現実の重さも痛感する。そうですか。わかりました。俺は和樹さんの肩を叩いた。俺は和樹さんと話があるので、ここで失礼します。騒いですみませんでした。行こう、和樹さん。はい。七菜子さんもまた。はい、また。心配そうな七菜子さんの視線が背中に突き刺さる。俺は病院を出た後、和樹さんを連れて近くのカフェに向かった。店内の騒がしさと対照的な静かなテーブルに二人が向き合って座っている。午後の柔らかな日差しが窓辺のカーテンを透かして差し込んでいた。本当に申し訳ありませんでした。和樹さんの声が震える。辰巳弁当への営業妨害による罪悪感が彼女を押しつぶそうとしているのが手に取るようにわかる。うつむいた顔には深い後悔の色が浮かんでいた。もうそのことは気にしなくていいから。私実はすでに給料を3ヶ月分前借りしているんです。その告白に俺は思わず息を飲んだ。社長の提案を受けざるを得なかった理由がようやく分かった気がした。彼女の心が追い詰められていた証拠。そこまで追い込まれていながら誰にも助けを求められなかったんだ。和樹さん、それなら俺が貸すよ。和樹さんの目が大きく見開かれる。予想もしていなかった言葉に彼女は言葉を失ったように見えた。今、辰巳弁当の売り上げは月に150万を超えてる。病院での定期販売が始まってからさらに伸びたんだ。800万なら決して無理な金額ではありません。そんな、でもどうして私みたいな人間に私が何をしたのか忘れたわけじゃないでしょう。和樹さんがぎゅっと自身の手を握る。顔も手も血の気が失せて真っ白になっていた。罪悪感と困惑が入り混じった表情。でも俺には確信があった。この決断に一片の迷いもない。最初は確かに距離を置いて誰とも関わろうとしなかった。でもコーヒーカップを握る手に力が入る。心臓の鼓動が少し速くなるのを感じた。あの日、病院で弁当を売った時、お客さんに笑顔でおすすめは唐揚げですって説明してた姿。困ってる辰巳さんを助けようとした優しさ。あれが本当の和樹さんだって俺は信じてる。涙が和樹さんの方を伝え落ちる。その一滴一滴にこれまでの苦悩が詰まっているようだった。私、中川さんに出会うまで
仕事はただのビジネスだと思っていました。お客様との関係も数字だけを見て判断していた。でも中川さんは違いました。和樹さんは泣くのをこらえ、震える声で続けた。両手でカップを握りしめながら、一生懸命に言葉を紡いでいく。お客様との会話を楽しむ姿、困っている人を見過ごせない優しさ、私にも丁寧に教えてくれて、少しずつですが、私も変われた気がして、毎日が楽しくなってきて、コーヒーカップに落ちる涙。その透明な雫が波紋を広げていく。だからこそ、今回のことが本当に申し訳なくて、中川さんの信頼を裏切ってしまって。絞り出すような声。そこには、これまで誰にも見せなかった弱さが滲んでいた。和樹さん。思わず手が伸びていた。和樹さんの手を優しく包み込む。彼女は驚いたように顔を上げ、俺と目が合った。涙で潤んだ瞳に午後の陽光が揺れている。辰巳さんの店で、また俺と頑張らない？その言葉に、和樹さんの瞳がさらに潤んでいく。驚きと戸惑い、そして小さな希望が、その表情に交錯していた。ちょうど辰巳さんが、店が忙しくなったから、新たな人手が欲しいと言っていたのだ。でも、私にはそんな資格。ある。俺が断言する。むしろ、和樹さんの能力が必要なんだ。企画書の作り方、経理の知識、言葉を続けながら、俺は彼女の震える手をそっと握りしめた。温かい。このぬくもりを守りたいという思いが全身を駆け巡る。まるで電流が走ったかのように。今の辰巳弁当には、和樹さんの才能が必要だ。一緒に新しい道を作っていかないか？和樹さんは俺の手を見つめたまま小さくうなずいた。その仕草にこれまで見たことのない柔らかさがあった。そして彼女の指が俺の手の中でそっと動く。俺の手を握り返してくれたのだ。中川さん、私頑張ります。今度こそ期待に応えたい。その言葉の途中で彼女は顔を上げた。目が合う。今まで見たことのない感情の深い色がそこにはあった。頬を染めながら彼女は言葉を探すようにうつむく。でも手は離さない。むしろより強く握り返してくる。和樹さん。中川さんがいてくれて本当によかった。彼女の目からまた涙がこぼれる。でも今度は違う。喜びと安堵。そして言葉にできない感情が混ざった涙だ。手と手が重なったまま、どちらからともなく微笑みを交わした。2週間後、朝の落ち着いた社長室に和樹さんと俺が立っていた。朝日が大きな窓から差し込み、高価な木製デスクの表面を艶やかに照らしている。辞表と前借りした給与の返済です。和樹さんが芯の通った声で言った。彼女の背筋はまっすぐ。以前のような怯えた様子はみじんもない。社長は受け取った書類に目を通すと、ゆっくりと顔を上げた。そこにいる定食屋の人間が、君をそそのかしたのか？違います。和樹さんの声は、静かだが芯が通っていた。これは、私の意思です。中川さんは、私に、正しい道を示してくれただけです。社長は椅子から立ち上がり、窓際へと歩み寄る。和樹くん、君には才能がある。経理の知識も申し分ない。あの程度の店で、その才能を無駄にする気か？無駄なんかじゃありません。即答だった。お客様の笑顔を直接見られる。その喜びを、今の私は知っています。社長はため息をつくと、机に戻ってきた。わかった。返金は結構だ。辞職も受け入れよう。あっさりとした言葉に、和樹さんが目を見開く。ただし条件が一つある。あの定食屋を潰せ。社長の目が細められる。それさえすれば借金は帳消しだ。どうだ？あんた、なんでそこまでして辰巳弁当を潰したいんだ？俺は思わず声を上げた。しかし、それはできません。和樹さんの声が俺の怒りを遮った。彼女の表情にはもう迷いがなかった。私はもう二度と誰かを傷つけるような商売はしません。和樹さんのその言葉に社長の表情が歪んだ。ふん、大した決意じゃないか。金がなければ何もできないくせに。その時、
廊下から急ぐ足音が聞こえてきた。社長室のドアが勢いよく開く。そこにいたのは、七子さんの主治医の永田先生だった。永田さん、どうしてここに？俺が驚いていると、永田さんは会釈した。ここの産業医なんです。さっき人事部とミーティングをしていて、あなたたちが物々しい様子で社長室に入っていくと聞いて、嫌な予感がしたんです。先日の営業妨害の件もありましたし。すると、社長が苦虫を噛みつぶしたような顔をした。お前には関係ない。出て行け。そうはいかないよ。辰巳弁当は今や病院にとって欠かせない存在なんだ。それを脅かそうとするのは兄さんでも許さない。その一言で俺の思考が凍りついた。兄さん。今、永田先生は社長のことを兄さんと呼んだのか。そこで思い出す。社長の名前は永田健。名字が同じじゃないか。お前は知らなくていいことだ。いや、もう知ってしまったよ。兄さんの卑劣な取引も、辰巳さんの店を潰そうとしていることも。社長が舌打ちする。その態度に、俺はさらに混乱を覚えた。兄弟なのに、なぜここまで冷たい関係なのか。だからなんだ？他人のことなど放っておけ。他人？永田先生の声が急に強くなった。あの場所は、兄さんだって覚えているはずだ。永田先生の声に、社長の表情が一瞬崩れた。毎日、母さんが病気で寝込んでいた時も、あの店は僕たちを支えてくれた。兄さん覚えているだろう。永田先生の声は静かだが、その一言一言が重みを持っていた。夜遅くまでバイトして帰る兄さんに、いつも温かいお弁当を取り置きしてくれて、お母さんによろしくっておかずを多めに入れてくれて。黙れ！社長の怒鳴り声が部屋中に響き渡る。だが、その声には怒りよりも焦りの色が濃かった。そんな昔のことを、今の俺に何の関係がある？兄さん！永田先生は一歩前に出た。白衣のポケットから黄ばんだ一枚の写真を取り出す。この写真覚えているか？社長の顔がこわばる。辰巳さんの店の開店20周年の時のもの。兄さんもまだ若かったね。写真には、笑顔で並ぶ辰巳さん夫妻と、若かりし頃の社長の姿があった。なぜそんなものを？昨日実家に帰ったら、リビングに飾ってあった。辰巳さんご夫婦には本当によくしてもらったって、母さんも言ってたよ。高価な革張りの椅子の肘掛けを、強く握る社長の指が白くなっていった。お前にはわからない。突然社長が立ち上がった。その目には、今まで見たことのない感情が渦巻いていた。お前はいつだって出来が良かった。医者になって、周りから尊敬されて。親は、良平は本当に誇りだっていつもそう言っていた。でもな、俺は違ったんだよ。社長の声には、長年の鬱屈した思いが凝縮されている。机を叩くその手が小刻みに震えていた。俺は、血を吐くような思いで這い上がってきたんだ。視線の先には、黙って立つ永田先生の姿。社長の怒りを正面から受け止めながらも、彼は冷静な表情を崩さない。お前の病院だってもうすぐ終わりだ。俺はここ一帯を再開発し、新しい商業施設を建てる。お前の病院は追い出して、更地にしてやる。そうすれば、誰が本当に勝ち組なのか、みんなに思い知らせることができるだろう。そこには、弟よりも上に立ちたいという意地がありありと滲んでいた。尊敬される医師となった弟への嫉妬を、広大な再開発計画という形で晴らそうとしているのだ。お前はいつも人を救おうだとか、患者を守ろうだとか、綺麗事ばかり言ってきた。だけど世の中、結局は金と権力だ。俺はもうそっちの世界でトップに立つ。お前なんかに負けるもんか。言い放った社長の瞳は、憎悪と歪んだ自尊心が交錯する。複雑な色を叩いていた。しかし、永田先生はただ一言だけを返した。兄さん、それで本当に自分が勝ったと思えるのか？その問いに、社長は思わず顔を歪める。長年積み重なった嫉妬と憎悪。その黒い思いは、すぐには晴れない。だが、どこかで理性が囁いているのを感じる。本当にこれが自分の望んだ姿なのか、と。俺はやる。絶対にやり遂げてみせる。お前の病院ごと一から作り直すんだ。社長は引き出しから書類を取り出し、乱暴に広げる。見ろ、これが新しい町の設計図だ。お前の病院なんて、
この一角に過ぎない。潰してやるんだ。愚かだよ、兄さん。永田先生の冷たい一言が社長の声を遮った。まだわからないのか？そんなことで優位性を示そうとしても何も変わらない。なんだと？社長の顔が歪む。お前に何がわかる？医者になってエリート街道まっしぐら。苦労など知らないくせに。そんなことない。永田先生の声が響く。穏やかな表情が消え、強い意志を秘めた目で兄を見つめる。俺だって一生懸命だった。両親のプレッシャーに耐えながら医者を目指して。今は天職だと思っているけど、初めは医者になりたいなんて考えてなかった。一瞬、社長の表情が揺らぐ。そうなのか？ああ、でも今では困っている人を助けたいし、義理や人情を大切にしたい。辰巳さんのようにね。永田先生はポケットから一つの封筒を取り出した。それは何だ？辰巳さんから預かったものだ。兄さんが店に仕掛けてきた数々の嫌がらせの証拠。業者を使って客を減らそうとしたこと、近隣住民に店の噂を流したこと、全部ここにある。社長の顔から血の気が引く。証拠だと？ああ。でも辰巳さんはあくまでこれを使うつもりはないらしい。もし店が潰れたとしてもだ。なぜかわかるか？あの子たちは私の子供みたいなもんです。昔のよしみもありますしって辰巳さんは言っていたんだ。永田先生の声が柔らかくなる。これだけのことをされても、辰巳さんは兄さんのことを思ってこの証拠を出さなかったんだ。その言葉に社長の手が震え始めた。机の上に広げられていた再開発の設計図が風もないのにかすかに揺れている。なぜだ？なぜそこまで？社長の声は今までの高圧的な調子を失っていた。その代わりに困惑と戸惑い、そして深い感情が混ざり合っている。永田先生はゆっくりと社長に近づいた。兄さん、辰巳さんは今でも覚えているんだよ。兄さんが学校帰りに店へ寄っていたことや、お小遣いでコロッケを買いに来ていたこと。社長の瞳が一瞬大きく見開かれる。忘れていた記憶が急に蘇ってきたかのように。俺が中学生の時、部活を終えてクタクタになりながら店に行くと、いつも兄さんがカウンターに座ってた。制服も泥だらけで、カバンを放り出したままさ。あの頃母さんは病気で寝込んでいて、家にはまともな夕飯がなかった。でも、辰巳さんの店は遅くまで明かりをつけてくれていた。兄さんはバイトで稼いだお金を握りしめて、コロッケを2つくださいと誇らしそうに言っていたっけ。兄さんがよく、コロッケは揚げたてが一番だって言って、いつも揚げたてをリクエストしてさ、辰巳さんは面倒くさがるどころか、はいはい、ケンちゃんは揚げたてじゃなきゃダメなのよねって笑ってくれてた。俺も隣で定食を食べてると、必ず追加で味噌汁をサービスしてくれた。お母さんにも持って帰りなさいって、小さな保温ポットにスープを入れて渡してくれたりもした。覚えてるよね、兄さん。兄の表情がわずかに歪む。きっと思い出したのだろう。コロッケの匂い、ほかほかの味噌汁、そして辰巳さん夫婦の優しい声。かつての自分にとって、それがどれほどの救いだったか。静まり返った空気の中で、社長が小さく息を飲んだのがわかる。そしてほんの一瞬、彼の方を涙が伝ったように見えた。そうだったな。社長の声が驚くほど柔らかくなっていった。お得意様だからって、お前の分もおまけしてもらったこともあったか。机の上の設計図に一滴の涙が落ちる。インクが滲んでいく。俺は黙って見守っていた。目の前で強がっていた男が少しずつ本心を見せ始めている。兄さん、辰巳さんはこんな状況になっても兄さんのことを心配してたよ。ケンちゃん無理しないで昔みたいにふらりとお店に来てほしいって。その瞬間、社長の肩が大きく震えた。こらえていた涙が一気に溢れ出す。そうか、俺はなんてことを。机に突っ伏して社長は声を詰まらせた。永田先生が静かにその背中に手を置く。兄さん、まだ間に合うよ。しばらくの沈黙の後、社長はうなだれたまま机に置いていた拳をほどいていった。目は真っ赤に腫れている。けれど、その表情には今まで見たことのない何か吹っ切れたような色が宿っていた。良平、すまない。本当は自分でも怖かったんだ。あの暖かかった店を潰そうとしていたのに、どこかでやめろと叫んでいる自分がいた。
それでも止まれなかった。一体どこでこんなに道を踏み外してしまったんだろうな。社長の小姉はかすかに震えている。子供の頃から抱えてきたコンプレックス。弟よりも優秀だと思われたい一心で、努力を重ね、それでも満たされなくて、すべての鬱屈を再開発という形にぶつけた結果が、今の姿だったのか。再開発で、この町も病院も、そしてあの店も一新してしまおうって、過去の惨めさを全部消し去りたかったんだ。でも違うんだな。あの店があったから、俺は少しでも強くなれたんだ。なのに、その大切な場所を潰そうとしていたなんて。大きく息をつき、社長はゆっくりと顔を上げる。すべての再開発計画を白紙に戻す。もう一度やり直したいんだ。過去をなかったことにするんじゃなく、ちゃんと向き合って償いたい。俺が壊そうとした店や、人とのつながり、大切なものをまた取り戻したいんだ。その言葉を聞いて、俺は思わず息をついた。和樹さんの表情にも安堵の色が浮かぶ。それと、辰巳さんに会いに行きたい。社長の声は小さかったが、確かな意志が感じられた。それから、社長は辰巳さんの店に行き、これまでの営業妨害について謝罪した。辰巳さんは、あっけらかんとして、いいのいいの。また食べに来てちょうだいね。ケンちゃんたちが来てくれないと寂しいんだから。と、あっさり許してしまった。お人よしすぎるが、そんなところも、辰巳さんの良さだと思う。その優しさに触れ、社長はいたたまれなくなって、これまでの罪を公に公表した。記者会見まで開き、その後、社長職を辞任するまでに至ったのだ。長年のプレッシャーや、無理な経営で彼自身も疲弊していたらしく、今は実家に戻って療養しているらしい。とても反省していましたが、兄のしたことは社会的に許されません。これからは社会貢献に尽力してほしいですね。そういった永田先生は、今日も病院販売の弁当を買いに来てくれている。互いに腹の内を明かし合ったことで、ギクシャクしていた仲も少しずつ修復できていると聞いた。そんな永田先生は、数日後に、七々子さんの手術を行った。成功すれば、七々子さんは働けるほどに元気になれるそうだ。手術当日、俺と和樹さんは病院の待合室で固く唇を噛んでいた。永田先生の必ず成功させますという言葉を信じているのに、それでも心臓は早金のように打ち続けている。和樹さんの手が震えているのが分かった。俺は迷わずその手を包み込んだ。温かい。震えが少しずつ収まっていく。大丈夫。きっとうまくいく。囁くような声に和樹さんはこくりとうなずいた。その仕草にこれまでにない親密さを感じる。約6時間の手術。長い時間だった。でも、永田先生は笑顔で手術室から出てきた。成功です。その一言で和樹さんの方を涙が伝え落ちる。俺も嬉しくなって彼女と手を合わせた。よかった。よかった。震える声で何度も繰り返す和樹さん。そのぬくもりが俺の胸に深く染み込んでいく。それから3ヶ月。七々子さんの回復は順調だった。永田先生の言葉通り、治療費は想定より少なく済んだ。それでも、俺が貸した費用は、和樹さんが一生懸命返済しようとする。もう少しゆっくりでいいんだよ。いいえ、中川さんの優しさに甘えっぱなしは。そんな会話をよくしていた。でも最近は、返済の話をする時の表情が少し違う。どこか照れくさそうで、でも嬉しそうだ。七々子さんはそれからしばらくして、無事退院した。退院が決まった時、七々子さんはこう言ったのだ。私も働きたい。すると永田先生から、短時間であれば問題ありませんよ。とお墨付きをもらった。ちょっと前まで寝込んでいた人と同じとは思えないほど元気な姿に、俺も和樹さんも目を丸くした。こうして、七々子さんも辰巳さんのお店で働くことになった。最初は慣れない接客と立ち仕事で、七々子さんは夕方にはクタクタになっていたが、翌日にはおはようございますと笑顔で店にやってくる。その姿を見守る和樹さんの表情はどこか誇らしげだった。その後、辰巳食堂は2号店を出すことになり、七々子さんは店長を任されるほどに活躍するのだが、それはもう少し後の話だ。その頃の俺たちは店の仕込みや片付けに追われる日々を送っていた。ある日の昼下がり、仕込み作業の手伝いを終えた後、俺は和樹さんと二人きりで残って
在庫の確認をしていた。店内は落ち着いた照明と、炊きたてのご飯の香りがほのかに漂っている。誰もいない静かな空間で、彼女と肩を並べながら作業をする時間は、俺にとって何とも言えない幸福だった。中川さん、その帳簿の数字合ってますか？やばい。一桁ずれてるかも。もうしっかりして。はい、ここが違うんですよ。そう言って和樹さんが覗き込む。その距離はとても近くて、俺は思わずドキッとする。彼女は全く無防備な様子で、ペンをくるくる回しながら、エクセルの画面を指さしている。その柔らかな香りと、微妙に感じる体温に、心臓がやたらとうるさい。ありがとう。いえ、どういたしまして。少し会話が止まったその瞬間、お互いの視線が重なってしまった。なんとも気まずいような、でも居心地のいいような空気が流れる。そのまま数秒が経過しようとした、その時。おーい、二人とも、まだ終わってないのかい？不意に、辰巳さんの声が厨房の方から響いた。バタバタと足音が近づいてきて、勢いよくガラッと戸が開く。俺と和樹さんは、思わずビクッと肩を震わせて、すぐに帳簿を広げ直すふりをした。あともうちょっとで数字がまとまりそうで。あら、そうなの？やけに静かだったから、もうキスでもしてるんじゃないかって思ったわよ。辰巳さんはにやりと、意地悪そうな笑みを浮かべて、俺と和樹さんを交互に見つめた。顔が熱くなるのを感じたのは、何も俺だけじゃないらしい。和樹さんも、何を言ってるんですか？と、真っ赤になっている。あら、そう？でもほら、仕事はとっくに終わってるでしょ。早く片付けて帰りなさいな。残業代なんて、うちの店じゃ出ないわよ。辰巳さんがそう言いながら、クスクス笑い、再び厨房の方へ去っていった。からかわれているのはわかるのに、俺も和樹さんも言い返せず、むしろ、心臓の鼓動がさらに早まってしまう。その背中を見送りながら、俺は思わず、和樹さんと目を合わせてしまう。すごいこと言うな、と苦笑すると、彼女は、あの人は本当に、とつぶやきながら、耳まで真っ赤になっていた。でも、彼女は軽くうつむきながら言葉を続ける。あんな風に言われると、ちょっと照れますよね。だよね。でも、悪い気はしなかったかも。確かに。一瞬沈黙が落ちる。周囲の音がすべて遠のいたかのように感じられたその時、彼女の小さな手が、ふと俺の指先に触れた。驚いて息を飲むと、和樹さんも同じようにドキリとした顔をしている。けれど、すぐに手を離さないまま、ちょっとだけ俺の方へ体を寄せてきた。中川さん？もう少しだけ、こうしていたいです。小さな声でそう言うと、和樹さんは恥じらうように瞳を伏せる。俺も心臓が大きく跳ねるのを感じながら、そっと彼女の手を包み込んだ。ほんのりと甘い余韻が夜の店内に名残を残していた。それが俺と和樹さんの新しい関係の始まりだった。人は誰も一人では生きていけない。苦しい時、誰かの手が差し伸べられる。嬉しい時、誰かと喜びを分かち合える。そんなつながりの中で、人は強くなれる。優しくなれる。和樹さんの手のぬくもりを感じながら、俺は思う。これからも、このぬくもりを大切にしていこう。辰巳食堂で始まった、かけがえのない物語を大切に紡いでいこう。この場所で生まれた確かな絆、すべてが、俺たちの大切な宝物になっていた。